はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄太です。今回はですね、2022年共通テスト数学 1A を完全解説していきます。以前の動画でね、僕が共通テスト数 1A を20分以内で解けるのかっていう企画に挑戦したんですけれども、その時に僕が実際にこの問題にどのように向き合ってどのように答えを出していったのかっていうことについてね、その考え方、思考のプロセスを丸裸にしていこうと思います。今年ね、共通テスト受験されて、今二次試験に向けて勉強されてる方はもちろん、数 1A のね、学習を一通り置いた高1生、高2生にとっても、かなりね、今後の勉強の指針になると思うので、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。今年の共通テストで求められる能力っていうのが、去年の共通テストあるいはセンター試験の頃と比べてガラッと変わったなっていうふうに思うので、そこら辺も合わせて問題を通してね、実際に見ていけたらいいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは第1問から。第1問の1番。これは結構ね、基本的な問題でしたね。実数 ABC がこの式及びこの式を満たしているとすると、どっちも対称式ですよね。で、括弧1番。求めたいのが AB プラス BC プラス CA。一応ね、誘導はあるんですけど、誘導なくても解けてほしいところ。A プラス B プラス C の2乗を展開した式。っていうのを考えてあげると A2 乗プラス B2 乗プラス C2 乗、これと A プラス B プラス C の2乗っていうのは1の2乗っていうのが A2 乗プラス B2 乗プラス C2 乗の13に加えて求めたいものの X をすると2倍が出てくると。よってこれ計算してマイナス6というふうに分かる。じゃあ続いてよって A-B の2乗足す B-C の2乗足す C-A の2乗、これも対称式ですよね。なので、展開してあげると何が出てくるかっていうと、A2 乗 A2 乗 B2 乗 B2 乗 C2 乗 C2 乗っていうのが見えるので A2 乗 B2 乗 C2 乗の2倍、それに加えてマイナス 2AB マイナス 2BC マイナス 2CA が出てくるわけだから、これの2倍、ね、2×13 に加えてマイナス2倍の AB 足す BC 足す CA だからマイナス2倍のマイナス6と計算して38というふうに求めることができるわけです。こんな感じでね、これ対称式の問題で全部 A2 乗引く 2AB プラス B2 乗みたいな感じで列挙しなくていいんですよ。対称式なんだから A2 乗と A2 乗が見えて 2A2 乗が見えた時点で残り 2B2 乗 2C2 乗だなっていうのはもうすんなりわかるし、であとマイナス 2AB ってことは ABBCCA のマイナス2倍が来るんだなっていうことが分かれば答えは出せますよね。そこら辺でね、ちょっとした時短テクニック、時短を意識してもらえたらいいかなと思います。では続いて括弧2番。A-B イコール2ルート5の場合に、この値を求めてみよう。もうこの時点でね、A-B、ここ2ルート5ってことね。ってことは、残りの B-C と C-A の積を求めたい。で、今 B-C イコール X、C-A イコール Y と置くと、X プラス Y イコール何と。これよくわかんないけど、足してっていうふうに言われてるわけだから、足してあげると x プラス y っていうのは b-a になるよね。代入すると。で、今 a-b が2ルート5なわけだから、b-a はそのマイナス1倍だからマイナス2ルート5かと。で、続いて、また括弧1の計算から、このね、誘導がね、親切ですよね。こういった誘導にしっかり乗っていく。括弧1の計算ってなんだっけって見てあげると、この A-B の2乗足す B-C の2乗足す C-A の2乗、これを求めたわけですよね。で、今 A-B イコール2ルート5。ね、ここの部分が2ルート5だよっていうふうに言ってるわけですよ。で、残りの B-C が X、C-A が Y。ということで、X2 乗プラス Y2 乗、簡単に求まりますよね。X2 乗プラス Y2 乗っていうのは38から2ルート5の2乗を引いてあげればいいので X2 乗プラス Y2 乗は18と。こんな感じでね、今までやってきたことをうまくね、何を求めたっけっていうことを思い出してくれれば問題なく解けるかなと思います。これらより A-B、B-C、C-A イコールね、何をしたかったんだっけって言ったら2ルート5と B-CX と C-AY の2ルート 5XY を求めたいわけですよ。で、これもね、さりげなくヒントなんですけど、これらより今までやってきたこと使ってねっていう話、今まで何やったって言ったら X プラス Y と X2 乗プラス Y2 乗を求めたわけ。ということはね、これを使って XY は簡単に求まりますよね。XY っていうのは X プラス Y の2乗。これから X2 乗プラス Y2 乗を引いてあげて、そしたら 2XY が残るから割るにすると。ここら辺は
もうスムーズにね頭の中で計算できたらいいかなと思います。2ルート5の2乗から18を引きましょう。よって xy は1ということは、求めたいのは2ルート 5×xy なわけだから2ルート5と、このように求めることができるわけです。このね第1問の1に関してはかなり今までのね問題傾向と近いかなと思います。っていうのも、こういう a-b、b-c、c-a の値を求めてみようっていう結構ね難しい問題に対して誘導が与えられてて、この全体像っていうのがあんま見えてなかったとしても、さっきやったことを使うとこういうことかね、こんな感じであんまり理解しなくてもその都度その都度ね誘導に乗って、さっき使ったことってことはこれかなっていうふうにねなんか従っとけば解けちゃうわけですよ。これが今までの共通テストあるいはセンター試験のね傾向だったんですけど、ここからねかなり、しっかりと理解していかないと、解けないような問題が出てくると、それがね今回難しかったわけなんですけど、続いてね見ていきましょう。2番、いろいろ書いてあるけど結局大事なのってここですね。こういう図があって、この地図上ではここが16度になってると。ね、地図上では16度だったんだけど、図1の縮尺が実は横方向と水平方向と鉛直方向で違ったよと。だから水平方向が10万分の1の縮尺で、鉛直方向が2万5000分の1の縮尺で、縮尺が違ったわけだからね、実際の、ね、地図じゃない実際のこのシータの角度って違うよねっていう問題なわけです。じゃあそれをねどういうふうに考えていけばいいかというと、求めたいのがね見てあげると、実際のタンジェント BAC、 実際のタンジェント BAC はいくつっていうふうに言ったら、これね水平方向と鉛直方向がどうなってるのかってことを考えてあげると、水平方向を縮尺しすぎたんだよね。10万分の1、めっちゃ縮尺した。どんだけ縮尺したのって言ったら、これ鉛直方向の4倍縮尺しちゃったと、ね、4倍縮尺、4分の1倍って言った方が分かりやすいかなと思うんですけど、4倍縮尺した。めっちゃ縮尺しすぎたってことは、実際はって言ったら水平方向もっと長いんだよね。本当は4倍長い。よろしいですかね。本当は4倍長いんだっていうことが分かればもう簡単なわけです。これね、求めたいのはタンジェント θ の値なわけなんだけど、これねタンジェントってどうやって求めるのって言ったら AC 分の BC だね。AC 分の BC、AC 分の BC で、この AC の部分が4倍に伸びるわけですよ。ね、4倍に伸びるということはタンジェント16度、ね、タンジェント16度の頃と比べて、分母が4倍に伸びるんだから、タンジェントの値4分の1倍になりますよね。だから結局求めたいのは4分の1倍のタンジェント16度と。もうこれだけ。しっかりねタンジェントの意味が分かってれば、あとはこっちが縮尺されすぎたんだから4分の1倍すればいいよねっていうことがね分かれば簡単に解けると。サインコサインタンジェントにねしっかり慣れ親しんでほしいかなと思います。タンジェント16度の値が 0.2867 なわけだから、これを4分の1倍してあげると答え、四捨五入すると 0.072 かなとなる。で、従って各 BAC の大きさはって言ったら、タンジェントの値が 0.072 なわけだから、ね、それを探してあげると、この4度と5度の間だっていうことで、θ も4度と5度の間、ね、丸2ということが分かるわけです。この問題もね、何が問われてるのかっていうことをしっかりと咀嚼して、求めていく。で、その時に10万分の1と2万5000分の1、この値に惑わされないようにしましょう。結局何って言ったら、水平方向を縮尺しすぎちゃったのかっていうふうに言葉で言い換えてあげることによって、この数式ね、4分の1倍するっていう意味が理解しやすくなりますよね。で、これって今後の勉強においてすごく重要で、数で与えられているものをイメージに変換してあげる。ある程度ね、こっちを縮尺しすぎてるってことは、ここが4倍本来は伸びてるはずだから、タンジェントの値で言うとちっちゃくなってるはずだみたいな感じで考えてあげる。そういうねことをしてあげることによって、より理解が深まっていくんじゃないかなと思います。では続いて、第1問の3番。外接円の半径が3である三角形 ABC を考える。点 A から直線 BC に引いた垂線と直線 BC の交点を D とすると。
とりあえず書いてあげると、外接円の半径が3だから半径3の円を書いてあげて、三角形 ABC がこのようにあって、で A から BC に垂線を下ろすと。じゃあ括弧1番 AB が5で AC が4とすると。この時 sinABC の値はと。これはね定番ですね。外接円の半径と三角形が与えられていたら、もちろん正弦定理ですね。こういうね、誰でももう分かれば解ける問題っていうのはしっかりと取れるようにしましょう。もうこれはもう連想ゲーム。ね、外接円の半径があったら、ね、外接円の直径っていうのが sinB 分の AC。もうこれは連想ゲームなので sinABC っていうのはこれより3分の2っていうのがすぐ分かる。じゃあ AD はって言ったら、これも誘導に乗るだけですよね。sinABC が分かったっていうことは AD はこの AB に sinABC をかけてあげればいいわけだから 5×3 分の2で3分の10と。こういったところをねいかに早く処理するかっていうところも大事になってくるかなと思います。括弧2番2辺 AB、AC の間に 2AB 足す AC イコール14の関係があるとする。この時 AB の長さの取り得る値の範囲は何とかでありと。今回は AB と AC の間に関係式が与えられてるわけですよね。じゃあこの関係式から何が言えるのかっていう話なわけだけど、 AB と AC、この式だけだと何の制限も加えられないわけですよ。ということで AB、AC に何かしらの制限が加わる要素って何だろうっていうふうに考えてあげると、一旦この5と4はね忘れましょう。この5と4は1回忘れる。そうするとこの三角形の外接円の半径が3、この情報があったなということは、どんなに長くても6なんだとね。この時点で6以下っていう情報が与えられるわけ。これを使ってあげると、AB っていうのが6以下っていうのはここですぐ分かるわけなんだけど、今度は AC も6以下っていう条件から、AC が6の時って AB は4ですよね。4以上じゃないといけないよと。こういったことが分かるわけ。もちろんね、これ式で表すならば AC イコール14マイナス 2AB になって、これが6以下。この不等式を解いてあげて AB は4以上っていうふうになるわけなんだけど、共通テストにおいては AC に6代入して4出てきたから、とは4というふうにやっちゃってもいいかなと思います。よろしいですかね。自分が与えられている条件っていうのが何なのか、外接円の半径が3だよねっていうことをしっかりと思い出してあげると。与えられている条件、使ってない条件なんだろうってことを考えてあげると、じゃあ6以下っていうのを使うのかってことは導けるかなと思います。で、次ですよ。AD イコールなんとかであり。これね、急にちょっと難易度が上がるんですけど、どういったね、思考をね、してほしいかっていうこと。今回求めたいのっていうのは AD なわけですよ。AD ね。あれこれ AD 以前に求めたなと。これ括弧1番で実は求めてるわけ。ね。AD イコール3分の10。この時は簡単だったわけですよ。じゃあ、この AD を求めるために何を使ったんだっけってことを考えてあげると、AB と AC。ね。AB と AC が分かれば、めちゃめちゃ簡単に AD って求まるんだっていうこと。これを思い返してあげれば、今回は AB と AC の値は分からない。ね。値は分からないけど、関係式は成り立ってる。すなわち、AB イコール、AC の式、あるいは AC を AB で表せるわけ。で、今回求めたいの何って言ったら、AB で AD を表してくださいっていうことだよね。よろしいですか？ということは、今回ね、括弧1番では54で与えられていたわけだけど、これをそのまんま、ね、5AB に、で、AC を14マイナス 2AB に置き換えて全く同じことをやってください。ね、共通テストで求められている能力っていうのが、これ、文字が出てきたとしても、数字が与えられている時と全く同じように計算できるでしょ。これってもう基本中のね、数学の基本中の基本の考え方だよねっていうことをね、通ってると。これをしっかりとね、この考え方っていうのをできるようにしておいてください。
ただこれは結構ね難しかったかなと思います。誘導がなくて、誘導っていうのは括弧1番の解き方をそのまま括弧2番でやりましょうっていうこと。でこれがね今年の共通テスト非常に多かった。今までは誘導に何か載ってればよくわかんないけど解けてたわけ。でもそうじゃなくて、今年の共通テストでは誘導を見せます。で誘導で何をやってるのかっていうことをしっかりと理解しないとね、それを理解させた上で、じゃあその誘導を今全部消すからもう一回同じことやってみてっていうのが多いんですよ。なのでね、ぜひ皆さんは普段の学習からね意識してほしいことなんですけど、問題を解いて、で悪い問題が解けるようになりました。A 問題が解けるようになりました。じゃあ B 問題に挑みます。B 問題も答えを見て B 問題のね解き方を覚えるんじゃなくて、まずは A 問題でやったことっていうのをしっかりと自分の中で理解する。で B 問題で A 問題でこういうふうに解くってことはB 問題どうやるんだろうってちゃんと考える、そういった思考能力を身につけてほしいなと思います。すぐ答えを見るんじゃなくて、ある程度ね A 問題の問題を見たんだったら、そこからの応用問題っていうのは自分でねしっかりと咀嚼したものを踏まえて考えてみる、その思考能力がね共通テストで、また二次試験ではねもちろん必要になってくるので、特に意識してもらえたらいいかなと思います。では AD、それが分かればそんなに難しいことはないんですけど、サイン ABC を求める、ね、サイン ABC はって言ったら、サイン B 分のこの4が 14-2AB に変化するだけなので、ね、変化するだけだからサイン B っていうのは6分の 14-2AB と、2で約分すると3分の 7-AB っていう形になって、でAD をね求めたい AD を求めたいのであれば AB に sinABC をかければいいんだね。だからこれに AB をかけてあげると3分の 7AB マイナス3分の AB2乗、このフォーマットに合わせると3分のマイナス 1AB2 乗足す3分の 7AB になると。このね問題しっかりとね括弧1番をそのまま文字に置き換えても同じように解けるよねっていうことを生かして括弧2番解けるようにしておいてください。じゃああとはね AD の長さの最大値はって言ったら二次関数のね最大最小問題ということで、平方完成しますよね。で平方完成してあげるとこんな感じになって、ぶっちゃけこの点々点今計算する必要はありません。っていうのもこの時点で AB イコール2分の7、2分の7の時この関数は最大になるわけでも、忘れちゃいけないのが AB っていうのは4以上6以下なわけですよね。ということは2分の7はこの4のね、4から6に範囲に含まれないということで、グラフを考えてあげるとね、グラフの軸は2分の7なわけなんだけど、4から6って言ったらここからここということで、最大値は AB イコール4の時というふうになる。なのでこの4の値はね、こっちの式、この式に代入してあげるとマイナス3分の 1×4 の2乗だからマイナス3分の16足す3分の 7×4 だから3分の28で計算すると3分の12、すなわち4というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。このね第1問は3番の括弧2番がねうまく処理できるかっていうのがミソでした。かなり難しいですけどね。では続いて第2問。まず1番から、花子さんと太郎さんは次の2つの二次方程式について考えている。この2つの式がありますと。で、丸1または丸2、ね、またはっていうのは大事ですね。もうこの時点でまず考えてほしいのは、またはってことは丸1と丸2の解にダブリがある場合も考えなきゃいけないんじゃないかっていうことをね連想できたらすごくいいかなと思います。満たす実数 x の個数を n と置く。で p イコール4、q イコールマイナス4の時 n イコール何。だからここにね4とマイナス4入れた場合を想像してあげれば x2 乗プラス 4x マイナス4イコール0と、あと x2 乗マイナス 4x プラス4イコール0と、こっちはね、10回持ちますよね。10回で x イコール2を持って、こっちは2つ解あるなっていうことは分かると。2つ解ある。実際にね求めなくてもいいんですよ。求めなくていい。で少なくともこの10回 x イコール2とこの2つの解にダブリがないなっていうことを確認してもらえれば n イコール3っていうことは分かると。よろしいですかね。
全く同じ p イコール1、q イコールマイナス2についても x2 乗プラス x マイナス2イコール0と x2 乗マイナス 2x プラス1イコール0の2つの式が出てくるんだけど、こっちは x イコール1の10回があると。で、こっちに関しては2つ解あるわけなんだけど、x イコール1を解に持ちますよね。1とマイナス2と。ということで、このダブリがあるわけだから、結局、またはね、丸1または丸2っていうことを考えてあげると、1とマイナス2の2というふうになるわけです。これね、僕が実際にこの問題解いたとき、ちょっとズルしたんですけど、ね、白状すると。括弧1番 n イコール3っていうのが出た。じゃあ、括弧2番、次のね、p イコール1、q イコールマイナス2のとき、これさすがに n イコール3、n イコール3、同じロジックが続くことはないだろうと。これきっと被らせてんだなっていうことで、あんまりね、x イコール1回持つかどうかっていうのを、ちゃんと吟味する前に、もうすぐに2って書きましたね。どうせダブってるでしょうっていう感じ。それはズルなんですけどね。続いて p イコールマイナス6の時 n イコール3になる場合を考える。例えば、丸1と丸2ともに満たす実数 x がある時は n イコール3になりそうだねと。ね。だから共通解のね、問題に落とし込んでるわけ。これはね、基本的にどの参考書にも載ってる解き方ですね。ただ、数 2b の方でね、載ってるんじゃないかなっていう気はするんですけど、2つの二次方程式の共通解の問題ということで、この2つの式を連立させましょうっていう話。連立させると、アルファの2乗を消去すればとか言ってるわけだから、差は取りたいんだなと。差は取ってあげると、このアルファの項がどうなるかというと、こっちからこっち引いてあげましょう。そうすると、アルファでくくると9プラス6アルファとの他にマイナス6マイナス9っていうのが出てくるわけだから、マイナスでくくると9プラス6イコール0と、9プラス6でくくってあげるとアルファマイナス1イコール0っていうふうになるわけだから、9イコールマイナス6、9イコールマイナス6またはアルファイコール1っていう形になるわけなんですけど、9イコールマイナス6ってどういうことかというとね、9イコールマイナス6だったらアルファ2乗こっちのね式だと x2 乗マイナス 6x マイナス6とマイナス 6x マイナス6で全く同じ、完全に同じ式になっちゃうということで、こっちはダメ。一方でこのねアルファイコール1の場合がどうなるかというと、アルファイコール1代入して戻してあげると9が求まりますよね。9が求まると。9を求めてあげると5、代入してるだけねっていうのが分かって、9イコール5の場合は x2 乗マイナス 6x プラス5と x2 乗プラス 5x マイナス6っていう形になって、それは大丈夫と。 n イコール3になりそうだということが分かると。実際のところ9イコール5ね、戻して本当にちゃんと n イコール3になってるかなって確認しなくてもどうせ答えになるんですけど、9イコール5っていうのが一つ出てくる。で、もう一つのね答えを探していきたいんだけど、それはぜひね、括弧1番でもう頭を作っといてほしいんですけど、どっちかが10回になる場合があるなっていうこと。すなわち、x2 乗マイナス 6x プラス9イコール0。9っていうのは、文字の9ね。こっちとこっちのどっちかが10回を持つ場合っていうことを考えてあげる。そうすると、それぞれ判別式をね求めてあげればいいんですけど、こっちで9イコール9という場合がありますよと。これもね共通テストだったらこっちのね判別式考えなくていいよね。だって定数項マイナス6だから何とかの2乗になるわけないわけだからね。そんなところから5、9っていうのをすぐ見つけることができると。じゃあ続いて、グラフ表示ソフトでこのグラフの動きを考えていますよと。じゃあ p イコールマイナス6に固定したまま9の値だけ変化していきますと。で、9イコール1の時のグラフを点線で。だから、1からね、増加させていった時に、どういうふうにグラフが変化しますかっていう問題。これはね、二次関数なわけだから、とりあえずグラフの頂点を追っていけばいいわけですよ。頂点を追っていけばいい。ただx2 乗マイナス 6x プラス9に関しては頂点を追うまでもなくて、x2 乗マイナス 6x っていうものに対して、9を足したら y の値が出てくるわけ。ということは、その9を増やしたら y の値がただ単純に大きくなるだけだから真上に動くね。真上に動くはず。ということで探してあげると丸6と。O は丸6っていうのはすぐ分かる。じゃあ続いて、この x2 乗プラス 9x マイナス6だけど、これはもうパッと
平方完成しましょう。平方完成してあげると、9が大きくなると、軸がマイナス2分の9なわけだから、ね、マイナスの値が大きくなるね。だから x の値は小さくなる。で、さらにマイナス4分の9乗マイナス6っていうのも、このね、9の値が大きくなるとちっちゃくなるわけだから、左下にね、ずれてきますよね。左下にずれていくと。頂点が左下にずれるわけなので、探すと、これだね、丸1になりますよと。二次方程式のグラフは、頂点を考えるのが基本っていうことが分かれば、この問題はね、平方完成したくなるんじゃないかなと思います。では、問題の括弧4番。これはね、かなり難しいですね。上は5、9と。この5、9って何だったかっていうことをぜひ思い出してほしいんですけど、この5、9っていうのは n イコール3となる場合。すなわち、どっちかね、解が被りがある、あるいは重解を持つ場合ですね。じゃあその時、全体集合 U を実数全体の集合として、部分集合これを考える。で、その時に、この集合に対して、必要十分条件を考えてみてくださいと。そういったところですね。で、必要条件、十分条件の基本としては、ね、A ならば B、あるいは B ならば A、ね、その逆を考えると。これが成り立つか成り立たないかっていうことを考えていくのが基本なわけじゃないですか。なんですけど、ね、この問題の場合、このね、与えられている集合っていうのを視覚化することができると。視覚化。これすごくね、重要な考え方なんですけど、不等式、あるいは等式があった場合、方程式があった場合っていうのは、必ずそれに対応するグラフがあるわけですよね。グラフ。だから、不等式が与えられてたら、その不等式を式のまま処理するのか、あるいはグラフで処理するのかっていうことをしっかりと考えていくことが重要になってくるわけです。今回の場合も、しっかりとね、視覚化してみるとどうなるか。x2 乗マイナス 6x プラス9。x2 乗マイナス 6x プラス9っていうのがあった場合に、この、ね、0より小さい範囲っていうのは、ここですよね。ここの範囲だよということが分かる。よろしいですかね。同じように x2 乗プラス 9x マイナス6っていうのを考えていきたいんですけど、ここに9があるときっていうのは考えづらいですよね。ここがかなり難しいんですけど、その時に思い出してほしいのが、極端な場合を考えると。極端な場合っていうのはどういう場合かというと、9イコール5だったり9だったりね。例えば9イコール5の場合ってどうなるかというと、まず x2 乗マイナス 6x プラス9の方は x2 乗マイナス 6x プラス5。だから、x 座標とね、交点が1と5と。で、x2 乗プラス 5x マイナス6の方はどうなるかというと、今度はこんな感じかな。こういうね、図になるので、A の範囲はって言われたら、A のこっちの範囲っていうのは、ここだよね。1から5の間。一方、B の範囲はって言ったら、マイナス6から1の間と。この範囲にありますよと。もうこの時点でね、木が分かるわけなんだけどね。木。っていうのも、A の中にあるならば B の中にあるっていうことは当然言えないし、 B の中にあるならば A の中にあるっていうのも当然言えませんよね。もうこの時点で、具体的にね、極端な場合を考えて9イコール5の場合を考えた時点で、これ木は0だな、0じゃない、3ですね、3だなっていうことがすぐ分かるわけですよ。よろしいですかね。このね A ならば B っていうのが成り立つ場合っていうのはどういう場合かっていうと、 A の中にあるんだったら絶対 B の中にあるよっていう小大の関係になきゃいけないわけですよ。ね、こういう形で視覚化してあげたときに A っていうものが B の中に含まれてないと A ならば B が成り立たないんだけど、完全にね、含まれてるわけないよね。これがちょっと5からずれたとしても当然ね、含まれるってことはありえませんよと。だからこれが丸3っていうことが分かって、そうするとなんか空気を読んでね、次のやつ選べちゃうんですよ。これズルする。ね、共通テスト本番だったらズルできて、B ってことはこの青い部分じゃないですか。で A バーってことはこの赤じゃないところでね。とすると大小の関係で言うと、この青は、赤じゃないところに含まれてそうでね。青が小さい方、小大っていう関係になってそうだなとね。もしかしたら含まれてないかもしれない。でも含まれてなかったらこれまた丸3になっちゃうわけね。
さすがにどっちも必要条件でも十分条件でもないってことはないでしょうっていうふうにもうね、覚悟を決めるのであれば、もう小大の関係だから、こっちがね、成り立つと。こっちが成り立つ。B の要素であるならば、A の要素、A バーの要素であるっていうのは成り立つっていうことから、十分条件ね、丸1っていうのを選んじゃってもいいかなと思います。今回は解説なので、どういうふうに考えるかというと、これはね、9が5から9まで動くわけね。9が5から9まで動きますよと。これが5の時なわけなんだけど、9の時どうなりますかっていうふうに考えた時に、この A のグラフっていうのは上に動くんでね。上に動く。だからこんな感じで9まで動いていくと。今回極端な場合書かないけど、上に動いたらこんな感じになりますよと。だから範囲としては、狭くなるよね。こんな感じで。じゃあ一方で B の方はどうなるのっていうふうに考えた時に、頂点はね、左下に動くわけなんだけど、ここで大事になってくるのが、このように、ここのね、1の部分で赤と青が交わってるっていうことは大事なわけね。実際、この2つの式に x イコール1を代入すると一致すると。よろしいですかね。このことから結局ね、赤の範囲、ね、この赤の範囲とこの青の範囲っていうのは絶対に交わることがないわけだね。とすると、この赤じゃない部分っていうものを見てあげると、その中に青が含まれている。これは確定する。ということで、B っていうのが小さい集合、A っていうのが大きい集合っていうのがすぐ分かるわけで、そこからね、丸1っていうのが選べるわけです。この問題ね、かなり厳密に考えるとなると、x イコール1、ね、代入すると一致するなっていうことから、要素の、ね、範囲っていうのを視覚化して見ていかなきゃいけないわけなんですけど、ことにね、共通テストの答えを出すだけだったら、丸3っていうのはもう一瞬で極端な場合書いてあげると分かるわけね。で、ってことは、もう一つの方、丸3っていうことはさすがにないだろう。じゃあ丸1ってことかな。小大っていうのがどうせ成り立ってるんだろうな。で、大丈夫なわけです。こういったね、選択式だからきっとこうだろうっていうね、ある程度の割り切り、そういったテクニックも、ぜひね、時間ない方は磨いて、ね、もらえたらいいかなと思います。では、続いて統計の問題。統計の問題ね、かなり難しかったですね。難しかったというか、数を数えるのが大変だったっていう印象です。では、見ていきましょう。いろいろ書かれてるけど、29カ国のヒストグラムがありますよと。で、次の部分で、2009と2018年の押さえておくべきポイントっていうのが、まず中央値、次第1四分位数、第3四分位数、範囲、四分位範囲。これらを全部ね、比較してくださいということ。だから中央値と、まずね、中央値第1四分位数、第3四分位数について考えるわけなんだけど、29カ国のね、データがあるわけですね。29カ国のデータがあるわけだから、奇数なわけだからね。このように、均等に配分してあげると、ここに14カ国、14カ国というふうに、配置してあげた、この真ん中、だから15番目だね。15番目が中央値になりますよと。じゃあ続いて、14カ国があるわけで、これは偶数なわけだから、7個7個に区切れると。7個7個に区切れる。ということで、第1四分位数、第3四分位数っていうのは、7と8の間だよね。だからこの間が第1四分位数、91、92、93と。このようにね、定義することができるので、あとはこの91、92、93、ね、7番目と8番目の間、あるいは15番目、あるいは大きい方から7番目、8番目がどこにあるかなっていうことを考えていけば終わり。ちょっとしたね、コツとしては、それぞれも何人の人がいるか、何カ国入ってるかっていうのをこういうふうに上に書いちゃうと、すごく見やすいかなと思います。まず7番目から8番目の人っていうのは、これが11の時点でこの中に91があるわけでね。第1四分位数はここに含まれますよと。ここに91。じゃあ次。第2四分位数っていうのは15番目だから、11人の次のね、6人の中に含まれてますよね。ここは9人。じゃあ次。大きい方から7番目から8番目の間っていうのは、1、2、3、5っていうふうに数えていくと、ここのね、3人の部分に含まれてますね。
全く同じことをこっちでやってあげれば OK。1人9人、11人っていうふうにいるわけだから、まずここの中に91、ここの中に92がいるっていうことがすぐ分かる。で、今度大きい方から数えていくと、2、1、2、1ということで、その次かな。この2の中にいると。ということで、あとは91、92、93順番にね、見ていくと、91は同じだね。同じ階級値にいると。92も同じ階級。で、93に関しては、2009年の方が大きいですね。ということで、中央値が含まれる部分で言うと、両者は等しい、両者は等しい。で、第三四分因数だけ2018年の方が小さいということが分かるわけです。よろしいですかね。それでは続いて、範囲と四分位範囲なんだけど、範囲って言ったら、この一番ちっちゃいところから一番大きいところですよね。この範囲ですよと。で、1個注意しなきゃいけないのは、範囲っていうのは、これ、0、ここは15かな。15から180の範囲ではありません。ね、15から180じゃなくて、もしかしたらこの11カ国全員が29に偏ってるかもしれない。その場合、範囲は29から180。あるいは180でね、この一人が100、例えば70だったら29から170になるわけじゃないですか。ということで、単純計算、ここからここを比べればいいっていうものなわけじゃないんだけど、どんなにね、これが偏ってたとしても、さすがにこの幅を見てあげると、2009年の方が広いですよね。よろしいですかね。イメージとしては、一番ね、狭かった場合っていうのが、ここからここなんですよ。よろしいですかね。2009年の時の範囲っていうのは、一番偏ってた場合で、一番狭い範囲で、こっからここ。で、一番広かったとしても、こっからここ。っていうふうに見てあげられる。同じように、2018年の方も、一番狭い時で、こっからここ。一番広い時で、こっからここ。っていうふうに見てあげると、ね、2009年がめちゃくちゃ狭かったとしても、2018年の広い時よりも広いわけだから、こっちの方が絶対広いよねってことが言えると。ということで、答えはね、0と。2018年の方が小さいっていうふうに言える。一方で、この四分位範囲に関して言うと、91から93の範囲と。ね、91から93の範囲ってことは、どんなに広くても、91から93までだからここでね。広かったらこの黄色の範囲。こっちも広かったらこの黄色い範囲。一方で、狭かったらっていうことを考えてあげると、こっからここだわけね。こっからここ。それを見てあげると、どの範囲かによって、ね、変わりうるよね。例えば、こっち側が青で、こっち側が黄色だったら、こっちの青の方が狭い。一方で、こっちが青で、こっちが黄色だったら、こっちの方が、広いわけだね。ということで、この四分位範囲から分かりませんよっていうことが分かると。だから、これ3だね。こんな感じでしっかりと何を比べてるんだろうっていうことを考えてあげて、もうそこからこの情報からね、いかに早くその情報を引き抜いてあげられるかが勝負になるわけです。では続いて、括弧2番。この括弧2番がね、ただ数を数える問題だったんですけど、箱ひげ数が与えられてますよと。で、一応ね、このヒストグラムを再計しておく。で、その時に、この散布図を選んでくださいっていう話。この散布図ね、できれば箱ひげ図読めたらすぐ選べるよねぐらいの感じで問題出してほしいんですけど、結構大変だったと。まず箱ひげ図読み方っていうのは、これが最小、ね、最大で第一四分位数、中央値、第三四分位数と、もうこれが読めればいいわけなんですけどね。まずは最大最小で見ていきましょう。最大、最大が100の次、だから50で、最大は450から500の間っていう風にこいつをね見てあげると、450から500、消えないな、ここは消えんのかと、ね、丸1は消えそう、ね、450から500の間にね1個もないからね、データが。ということで丸1が消せる。でも丸2、丸3消せませんと。困った、どうしようかなと思ってヒストグラムの方を見ても、ヒストグラムねいまいち消せないわけですよね。こっちで考えても消せません。じゃあどうすんのって言ったら、もうね、第一四分位数、第二四分位数、第三四分位数で消していくしかないわけですね。で、それを消すときにちゃんと数えなきゃいけないと
いうのが難しいところ。だから93が、大きい方から7番目と8番目の間だよねっていうことを考えていく。これもちろんね、第一四分位数から考えてもいいんだけど、ごちゃごちゃしてるから、あんまこっち数えたくないよね。なんか重なってるし。ということで、大きい方から数えた方がいいわけなんですけど、じゃあ7番目から8番目ってどこに対応するのっていうことを数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8。だからここら辺だよね。ここら辺。だけど、これって、要は、250から300の間なんだけど、こちらではね、200から250の間に93があるわけだから、これで消せますよと。ひどいですよね。実際こんな感じでどんどん数えていかなきゃいけないっていうのがめんどくさい。これは1、2、3、4、5、6、7、8。だからここのね、こいつとこいつの間なんだけど、これは確かに200から250の間にありそうだなと。で、同じようにこっちも1、2、3、4、5、6、7、8。これもなんかどうやらね、200から250の間にありそうだなということで、またね、今度は中央値で数えていくと。もう省略しますけど、数えてください。で、ちゃんとね、範囲にあるものを選んであげると、2番の方がね、選べると。答えはね、2というふうになるわけです。これはかなり焦りますね。本番で出たら。あれ消せないな。ね。で、ここでちゃんと勇気を持って、これをちゃんと数えていかなきゃいけないっていうのがかなり難しいんですけど、しょうがない。出たものはしょうがないので、そういうふうに解けるんだよってことを押さえておいてください。じゃあ、括弧3番。括弧3番に関しては、もう公式が分かれば OK。ここの部分いろいろ書いてあるけど、結局ね、書いてあることって、求めたいことっていうのは、S と T の相関係数ですよね。で、与えられている情報を見たら、標準偏差も共分差も与えられてるんだ。じゃあやることってね、標準偏差の積分の共分差と、これで求められるわけです。で、ね、これもただの計算なんで、本当はそんな計算する意味ってあるのっていうふうには思いますけど、しょうがない。ね、出たものはしょうがないので、頑張って計算してください。計算すると 0.63 というふうになるわけです。これ本当は 39.3×30 っていうふうに直して計算してもいいようにね、してほしいんですけど、実は30に直すと 0.63 じゃなくて 0.62 になるっていう罠があって、なのでね、29.9 で計算しなきゃいけないんですけど、大変ですね。はい、計算大変。では続いて括弧4番。表1と括弧3で求めた相関係数を参考にすると、これね、相関係数 0.62 を63だっけ ?63 を参考にしてくださいっていうふうに言ってるので、正の相関であるものをまず選べばいいんだろうとね、散布図を考えていく。そうすると、パッと見、正の相関そんな強くなさそう。0.63 ってことはある程度ね、マイナス1から1の範囲のうちの 0.63 ってそこそこ強い。ということは、このね、参考にするとっていう文言もね、考えてあげると、正の相関0.2っていうのは、さすがにね、なさすぎるだろうというふうに判断してほしいですね。で、丸1、丸3でどっちだろうっていうふうに考えてあげたときに、これはさっきのね、データ、平均値見れば一発ですね。S の平均81、T の平均72なので、丸1と丸2、丸3比べてあげると、丸1はね、平均がなんか100ぐらいですよね。だいたい100ぐらいだな。で、T は確かに80、70ぐらいだな。じゃあ丸3の方かなっていうことが判断できるというわけですね。このね、データの分析の問題は非常にね、めんどくさいところはかなりあったんですけど、しっかりと何をね、このデータたちからね、引き抜いていけばいいのかっていうところをしっかりと押さえて、あとは公式で求められるところはもう何も考えずにそのまま公式を引っ張ってこれるようにね、練習しておいてもらえたらいいかなと思います。では、ここから選択問題。まずは第3問から、確率の問題ですね。複数人がプレゼントを1つずつ持ち寄って交換会を開きますよと。で、そのね、交換会でね、何をするかというと、プレゼント交換をして、で、大事なのが、交換の結果、1人でも自分の持参したプレゼントを受け取った場合は交換をやり直す。で、全員が自分以外の人の持参したプレゼントを受け取ったところで交換会を終了する。だから全員ね、自分以外のものを受け取ったら終わりだよ。完全にね、完全順列。もう定番の問題ではあるんですけど、完全順列がそのまま題材になってる問題と。これ初見でね、完全順列見た場合っていうのは結
結構ね、頭こんがらがるんですよ。でも完全順列の勉強を1回でもしたことあれば、なんかこんな感じだったな、こういう考え方だったなっていうことがね、わかるので、比較的解きやすい問題だったんじゃないかなと思います。2人または3人で交換会を開く場合を考える。2人で交換会を開く場合、1回目の交換で交換会が終了するプレゼントの受け取り方。2人でプレゼント交換してるわけですよね。ってことは、お互いが相手のプレゼントを受け取ればいいわけだから1通りと。で、従って1回目の交換で交換会が終了する確率。要は、プレゼントを受け取る場合の数っていうのは2の階乗ですよね。同じか違うか。だから2分の1と。これはすぐわかる。では続いて、3人で交換会を開く場合。これ1回目の交換で交換会が終了するプレゼントの受け取り方はっていう問題なんですけど、じゃあこれ A、B、C で考えてみましょう。A、B、C で考えてみる。今、A の手元にどういうプレゼントが来ればいいかなって考えたときに、B か C の2択ですよね。A が来ちゃいけないから。で、じゃあ A が B を受け取った場合っていうのは、残り A と C のプレゼントがあるわけなんだけど、C がね、C のプレゼントを受け取らないので、もうこれで B、C、A で確定。同じように、A がね、C のプレゼントを受け取った場合は C、A、B で確定すると。ということで、結局この2通りしかないと。で、続いて、1回目の交換で交換会が終了する確率はっていうふうに言われたら、プレゼントを受け取る方法っていうのは A3 通り、B2 通り、C 通り、3の階乗だから6分の2と。3分の1っていうことが分かりますよと。では3番。3人で交換会を開く場合、4回以下の交換で交換会が終了する確率は何とかであると。これはね、3人で交換会を開くっていうのは先ほど2番でね、求めたわけじゃないですか。1回で交換会が終了する確率は3分の1。ということは裏を返すと終了しない場合っていうのが3分の2の確率であるわけだから、これを使って4回以下の交換で終了する場合っていうのは、じゃあ1回で終了するのは3分の1だし、2回で終了するのは1回目終了しなくて終了する。じゃあ次3回で終了するのは1回目も2回目も終了しなくて3回目で終了するみたいな感じで4回まで計算してあげればいいと。ね、あとはこれを計算してあげてください。81分の65とこのようになるわけです。ここまではね割と導入的な問題だったかなと思います。では続いて4人で交換会を開く場合、1回目の交換で交換会が終了する確率を次の構想に基づいて求めてみようと。誘導ですよね。その構想っていうのが1回目の交換で交換会が終了しないプレゼントの受け取り方の総数を求める。で、そのために自分の持参したプレゼントを、受け取る人数によって倍分けをすると。ね、ここがポイント。だから1回目の交換で、4人のうちちょうど1人が自分の持参したプレゼントを受け取る場合は何通りありますかっていうところなんだけど、ね。まずそのちょうど1人っていうのは、A さん、B さん、C さん、D さんの4人がいる場合を考えてあげると、当然ね、その1人っていうのは A さんでも B さんでも C さんでも D さんでも同じ場合の数出てきますよね。なので、とりあえず A さんが自分のプレゼント A っていうのをもらった場合、かわいそうなのが A さんだった場合、これを求めてあげて、それを4倍してあげればいいなってことは分かる。で、これがね、割と順列の、完全順列の考え方なんですけど、今 A さんが自分のもらいましたということは、少なくとも B さん C さん D さんについては自分以外のね人のプレゼントをみんなバラバラでもらってるわけということで、3人がね集まって3人でプレゼント交換をして3人バラバラでしたっていう場合の数がここに出てくるわけですよ。それってさっき求めた2通りですよね。2通りということで、これは2通り。じゃあね、ちょうど1人自分のねプレゼントをもらっちゃった人が A さんの場合 B さんの場合 C さんの場合 D さんの場合それぞれ2通りになるので 2×4 でこっちは8通りということが分かると。じゃあ同じようにちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る場合はっていうふうに考えた場合、その2人って誰なのって言ったら選び方としては 4C2 通りあるよね。A、B、C、D のうち誰が自分のプレゼントもらっちゃったのっていうのは 4C2 通りあって、それらは同様に確からしい。じゃあ一旦 A と B がねかわいそうな人だった、ね、A のプレゼント B のプレゼントを自分でもらいましたっていう場合を考えたら、残り、ね、C と D を
入れ替えてあげる。1通りの分だけここに倍の数が出てきますよね。ということで 4C2 通りかける1通り、ね、この1通りっていうのを計算してあげれば6ということが分かりますよと。じゃあこのように考えていくと、1回目のプレゼントの受け取り方のうち1回目の交換で交換会が終了しない受け取り方の総数は何通りであると。まあこれね、ちょうど1人がちょうど2人がっていう風にどんどん倍分けしていったわけだから、もう最後までやっちゃいましょう。ちょうど3人がもらう場合、ちょうど4人がもらう場合っていうのがね、残りありますよね。でも考えてみてください。ABCD のうち3人が自分のプレゼントをもらいました。もうその時点で残りの1人にも自分のプレゼントをもらってるの確定してますよね。ということで、このね、ちょうど1人が2人がちょうど3人がっていう場合はありえなくて、ちょうど4人が自分のプレゼントをもらうっていうのは ABCD が ABCD のプレゼントをもらった場合の1通りというふうに考えることができるわけなので、結局 8+6+0+1 で15通りというふうに求めることができるわけです。じゃあ1回目の交換で交換会が終了する確率はって言われたら、4人でプレゼント交換するわけだから、プレゼントの受け取り方の総数は4の階乗、24だ分の15で8分の5ってやっちゃダメ。これはねちょっと早とちりですね。今求めた15っていうのは交換会が終了しない場合なので、終了するっていうのはちゃんと1から8分の5を引いて8分の3と、こういうふうに考えてください。よろしいですかね。これはちゃんと誘導に乗ってあげればいいわけなんですけど、じゃあ3番、5人で交換会を開く場合、1回目の交換で交換会が終了する確率は何とかである。4人の場合をすごく丁寧な誘導で求めたわけなんですけど、じゃあ5人の場合はどうなのっていうのが3番で、これが先ほどね言った通り共通テストに求められる能力なんですよ。4人の場合の誘導を丁寧に示しました。じゃあ4人の場合はこうだよね、じゃあ5人の場合はどうなるのっていうことを自分でちゃんとこの考え方を咀嚼して全く同じことをやんなきゃいけないわけですよね。この問題は別にそんなに難しいわけじゃないんですけど、そういったように与えられたね解き方っていうものをちゃんと理解していく能力っていうのが必要になってくる。これは常日頃からちゃんとね数学にちゃんと真正面からね向き合わないと養われない能力なので、そこを意識してね今後の勉強に生かしてもらえたらいいかなと思います。じゃあどうするのかっていうと、ちょうど1人がちょうど2人がちょうど3人がちょうど4人がちょうど5人が自分のプレゼントを受け取る場合っていうことをそれぞれ考えていけばいいわけですね。よろしいですかね。でちょうど4人がね自分のプレゼントを受け取る場合っていうのは絶対ないので、ちょうど1人が受け取る場合、2人が受け取る場合、3人が受け取る場合、5人が受け取る場合っていうのを順番に見ていきましょう。じゃあちょうど1人が自分のプレゼントを受け取る場合ってどういう時って考えると、これって結局ね A さん B さん C さん D さん E さんの5人がいるわけなんだけど、誰がそのプレゼントを自分のプレゼントを受け取ったのっていう選び方で5通りあって、じゃあその A さんが自分のプレゼントを受け取った場合っていうのは、さっき求めたこれ15はねバラバラに受け取ってない場合なわけだから、全体の24から15を引いた9通りになるわけね。9通りよろしいですかね。だから45っていうのが分かって、同じようにちょうど2人受け取る場合っていうのは、まず誰がその自分のプレゼントを受け取っちゃったのっていう選び方で 5C2 通りあって、じゃあ仮に A と B さんが2人がね自分のプレゼントを持った場合っていうのは C さんから E さんがバラバラになるんだよね。じゃあその場合っていうのは3人で交換会を開いてバラバラになる場合だから、2通りかな。このように求めることができる。だから20通りだね。でちょうど3人の場合っていうのも同じように、誰が自分のプレゼントを受け取ったのと、じゃあ A さん B さん C さんだったら残り D さんと E さんは入れ替えるだけだよね。だからかける1と。だから結局答え10になって、全員ねちょうど5人がプレゼントを受け取る場合っていうのは1通りですよね。自分のプレゼントをもらうから。合わせてあげると 45+20+10+1 で76と。この76通りって何かというと、誰かしらが自分のねプレゼントをもらっちゃう場合ですよね。ということは誰ももらわない場合っていうのは余事象、5の階乗から76を引いてあげて120-76だから44通りというふうに出てきますよ。じゃあそれをね5の階乗で割って答え30分の11と
いうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じで括弧2番と同じように余事象でね、ちょうど1人もらう場合、2人もらう場合、3人もらう場合、5人もらう場合っていうのをしっかりと考えていって、でこの時の考え方を使うわけですよ。ちょうど1人もらう場合っていうのは結局残りの4人がバラバラになればいいわけだから、さっき求めたね9通りに対応するよねっていうことをどんどん使っていくっていう発想が必要になると。こんな感じで解けるんですけど、実は僕は完全順列の全化式の方式を知っているので、それを使って実は解いちゃいましたね。一応形だけ出しておきますけど、これは別に使わなくても大丈夫です。 an っていうのは n-1 倍の an-1 プラス an-2 と、要はこの括弧2の場合の 24-15 の9通りとこの2通りを足して11の4倍だから44っていうのがすぐ出ると。またこれはね、今回の趣旨とは違うので、完全順列ね、興味ある方は完全順列で調べてもらえたらいいかなと思います。ではラスト括弧4番、 ABCDE の5人が交換会を開く。1回目の交換で ABCD がそれぞれ自分以外の人の持参したプレゼントを受け取ったとき、その回で交換会が終了する条件付き確率は何とかであると。ややこしいですよね。でもややこしいけど、まず条件付き確率っていうのを見たら、やることっていうのはもう決まってるわけですよ。どんな条件があるのっていうところに注目するんですね。条件付き確率苦手な方は条件付き確率のね解説動画出してるので、ぜひ見てみてください。どういうふうにね考えるかというと、もともとねある世界がありましたよと。ある確率をね求めていきたいんだけど、今ある条件がね課されましたよと。 B っていう条件のもとで A が起こる確率はっていうふうに言われた時に、これね今まで世界が U だと思っていたけど、この世界が小さくなるんだなと。B に小さくなるわけだから、もうこの中の世界だけ着目すればいいわけですよね。でそのうち A が起こる確率っていうのは結局ここの部分ですね。 B の世界の中で見た A っていうのは結局この A かつ B の部分なので、結局 B が起こった時の A の確率っていうのは B 分の A かつ B と、こういうふうに表せるわけなんだけど、こんなことをねイメージしながら、ぜひね条件が何か。条件っていうのはこっからここだよね。1回目の交換で ABCD がそれぞれ自分以外の人の持参したプレゼントを受け取ったっていうのが、これ全体のね世界になるわけですよ。よろしいですかね。でその回でそのうちその回で交換会が終了する条件付き確率はっていうところ。じゃあね、考えていきたいのが、まずそもそもこの分母条件の部分っていうのが何通りのね配り方があるのっていう話で、それが結構ねややこしいっちゃややこしいんですけど、分かれば簡単ですね。 ABCDE の5人でねプレゼント会をするわけなんだけど、1回目の交換で ABCDE がちゃんとバラバラでしたよと。こういう場合ですよね。で今回 E がいるっていうのが厄介なわけですよ。これで場合分けができる。仮に E が自分のねプレゼントを受け取ってるっていう可能性もあるし、あるいは E じゃないね A か B か C か D を受け取ってる場合がありますよと。こういうふうに見ることができるわけですよね。でこのうち交換会が終了するのはこっちでね、下側これは終了すると。みんなハッピーだからね、これは終了しませんよっていうふうに2つに分かれるわけですよ。よろしいでしょうか。ということで、順番に見ていくと、終了しない場合って結局 ABCD の4人のプレゼントが ABCD 間でバラバラに共有されている場合の数になるので、これはこのね括弧2番で求めた 24-15 の9通りですよね。9通りの配り方がありますよと。じゃあ一方で ABCD バラバラで、しかも E も自分のねプレゼントをもらってない場合ってどういう場合かっていうと、結局 ABCDE の5人が全員バラバラだった場合っていうふうに言えますよね。なのでこれは括弧3で求めた44通りになるわけですよ。ということで結局ね
A、B、C、D がバラバラになる場合っていうのは合わせて53通りあるわけですよ。ね。世界は53通りに縮減されたと。ね、縮減された53通りのうち、じゃあその回で交換会が終了するのはって言ったら、そのうちの44通りなわけだから、確率は53分の44というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。この括弧4番はね、ちゃんと条件付き確率だっていうことが分かるわけだから、まずは条件のその世界、ね、世界が何通りになったのかっていうことをしっかりと見てあげる。で、その時に E のね、場合によってしっかりと場合分けして、完全順列やったことなければね、かなり厳しいんですけど、やったことあれば、なんかね、前の結果をうまく使えるような形にしていくんだなっていうことが分かると。それを踏まえて、しっかりとね、答え出してもらえたらいいかなと思います。では続いて第4問。整数はね、大荒れだったみたいですね。最初の方はね、結構スムーズに解けるんですけど、最後の問題がかなりきつかったんじゃないかなと思います。問題は、まず括弧1番から、この不定方程式を解きたいと。だけど、もうこれね、5の4乗、2の4乗で割った時の余りは1に等しいっていうふうに言ってるわけですよ。で、この式を見てあげると、これもね、不定方程式の解き方で、合同式で解く解き方っていうのがあるんですけど、それを知ってるとかなり解きやすかったんじゃないかなと思います。ここね、結局この式って5の4乗の倍数と2の4乗の倍数、それを差を取ってあげると1になるよっていうふうに言ってるわけですよね。で、これっていうのは当然2の4乗の倍数に決まってるわけなので、結局この5の4乗 x っていうのを2の4乗で割った時の余りが1にならなきゃいけないんですね。だって5の4乗 x から2の4乗の倍数引いたら1が残るってことは、これね、5の4乗 x を16で割った時の余りが1、2の4乗で割った時の余りが1になるわけ。でも、ね、これ5の4乗自身がね、2の4乗で割った時の余りは1に等しいわけだから、これ結局 x に1入れればいいよねということが分かると。x に1入れればいいよねと。1入れてね、y の値計算してあげると39というふうに求めることができるわけです。これ合同式使うと、一発なんですけど、ね、これ2の4乗の方に着目してあげると、ね、法を2の4乗、法を16、モッド16の元で考えてあげると、結局5の4乗 x と1が合同ですよというふうに言えて、5の4乗をね、2の4乗で割った時の余りっていうのは1に等しいわけだから、この部分がそのまま x になると。ということで x が16っていうのが1っていうのがすぐ分かりますよと。では続いて、また丸1の整数解のうち x が2桁の正の整数で最小になるのはと。これはね、一次不定方程式の解が1つ求まったので、その次ね、その x と y が変化した時に値がどういうふうに変化していくのかっていうことが分かれば簡単な問題かなと思います。もちろん記述式ではこのね x イコール1と39を代入した式っていうのを並べて差を取ってこのイコール1の部分を消して互いに素だからねk を使って表すとこうなるみたいな記述が必要になってくるんですけど、共通テストではそんなの必要ありません。イメージとしてはこの5の4乗の部分と2の4乗の部分に着目する。ね。イメージクロスね。クロスしてあげればいいんだけど、この x を2の4乗増やしてあげましょう。増やすことを考えたらどうなるのって言ったら、これね、第1項。こっちの項については5の4乗 ×2 の4乗増えちゃいますよね。とすると差を取って1になるってことは第2項も2の4乗 ×5 の4乗5の4乗 ×2 の4乗増やしてあげればいいわけだから、結局 y は5の4乗増やせばいいね。よろしいですかね。 x を2の4乗増やしたんだったら差をね1で保つためには y の方を5の4乗増やしてあげればいいと。その繰り返しということで x がね1から2の4乗増やしたら17、これは実際2桁の正の整数で最小になりますよね。x が17の時は y に39に5の4乗増やすわけだから 5の4乗625足してあげると664というふうになるわけです。では続いて次に625の2乗を5の5乗で割った時の余りと2の5乗で割った時の余りについて考えてみよう。考えてみるか。まず625の2乗は625っていうのは5の4乗ですよね。だから5の4乗の2乗だから5の8乗。これはね、サービス問題ですね。
これで何が言いたいかっていうと、5の5乗で割った時の余りは0だよと、割り切れるよっていうことが言いたいわけで、また m イコール EU とすると、EU だから39だねとすると、625の2乗はこれであると。625の2乗を39とかを使って表したいのか、どうやるんだろうなっていうふうに考えるんだけど、これね m を使ってわざわざ表してるんだから、 m ってなんだっけって戻ってほしいんですよ。 m って何かっていうと、この x イコール1 y イコール39の39じゃないですか。ということは、これ結局代入してあげるとね、5の4乗かける1引く2の4乗かける39m っていうのが1、この m なんですよ。よろしいですかね。5の4乗引く2の4乗 m イコール1の m を使って625の2乗、すなわち5の8乗を出していきたいとすると、この式ねから5の4乗っていうのは2の4乗かける m 足す1なわけだから、5の8乗っていうのはその2乗ですよね。その2乗を考えていくと、2の4乗 m 足す1の2乗だから、展開すると2の8乗 m2 乗、これがここだよね。足す 2×2 の4乗 m 足す1だから 2×2 の4乗で2の5乗 ×m になって、残りがプラス1と。だからこの部分が5になるというわけですよね。ここの部分は何が大事かっていうとね、m イコール39とすると m を使って表してる。じゃあその m ってなんだっけっていうふうにちゃんと戻ってあげるってことが大事。なんで m をわざわざ使わせるかというと、そもそも m ってこの1と39を代入した時に成り立つ式だよね。じゃあこの式を使うはずだっていうふうに考えてほしいと。それが誘導に乗ること。これはね、二次試験でも必要になってくる能力なので、必ず押さえておいてください。で、これらより625の2乗、5の5乗で割った時の余り、0だね。もちろん0。で、2の5乗で割った時の余り。これってね、これの式から1っていうことが分かるわけね。2の8乗 m2 乗、2の5乗 m、どっちも2の5乗の倍数だから残り1と。はい、分かりました。で、括弧3番。ここからがね、面白いんですよね。括弧2の考察は不定方程式、この整数解を調べるために利用できると。なんかごちゃごちゃ書いてあるんだけど、これを答え出すためだったら、もうこの結果だけね、押さえればいいんですね。xy を丸2の整数解とする。5の5乗 x は5の5乗の倍数。そうだね。2の5乗で割った時の余りは1。そうだね。この全体の式。モッド2の5乗で考えてあげると、5の5乗 x っていうのは1と合同っていうふうに変形できますからね。よって、括弧2により、この括弧2ね、括弧2っていうのは2の5乗で割った時の余りが1っていうことを使ってあげると、5の5乗 x マイナス625の2乗、これは5の5乗でも2の5乗でも割り切れますよと。何を言ってるかというと、5の5乗 x っていうのは2の5乗で割った時の余りは1で、625の2乗も2の5乗で割った時の余りが1なわけだから、そこの余りが相殺されて2の5乗で割り切れますよ。で、当然ね、どっちも5の5乗で割れるわけだから5の5乗でも割れるよねと。こういうことを言っている。なので、結局5の5乗 x マイナス625の2乗はこれをかけたものの積の倍数であると。ここのね、解読は結構困難ですよね。この合同式の考え方っていうのが頭の中でね、入っているのであればスムーズにね理解できるんじゃないかなと思うんですけど、このことから、5の5乗 x マイナス625の2乗っていうのは k 倍の5の5乗 ×2 の5乗っていうふうに表せるので、 x のね値を出すことができると。初めから5の5乗で割っちゃいましょう。5の5乗で割るとここの部分が消えて、625の2乗は5の8乗なので5の3乗になると。ということで x イコール2の5乗 k 32k プラス5の3乗の125っていうふうになるので、3桁の正の整数で最初になるのは、k が0の時の125。じゃあ y を求めていきたいんだけど、 y はもうね x イコール125をこの式に代入するしかないですよね。ということで y イコール2の5乗分の5の5乗かける5の3乗だから5の8乗引く1になるわけですよ。よろしいですかね。5の8乗引く1で、これそのまま計算しちゃダメですよ。ちゃんと工夫の余地を探しましょう。5の8乗引く1なので、これは因数分解できますよね。因数分解してあげると2の5乗分の5の4乗マイナス1と5の4乗プラス1に分解できると。
で、さらに、ね、5の4乗マイナス1も5の2乗マイナス1と5の2乗プラス1に分解できますよと。ここまで来たらもう計算しちゃっていいかなと思います。この5の2乗マイナス1は24ということで、2のね、3乗分消せるよね。8で割れる。3。で、5の2乗足す1の26は2で1回割れると。で、5の4乗プラス1も2で1回割れる。で、合計2の5乗をね、消せることができるんだけど、5の4乗は625。足す1で626の半分だから313と。あとは 3×13×313 頑張って計算してね。っていうことで、この計算もね、地味に大変なんですけど、12,207というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。これはね、よく分かんなくても、5の5乗 x-625 の2乗は5の5乗 ×2 の5乗の倍数なんだっていうことがこの式出せば、x は分かると。で、問題の括弧4番と。この括弧4番ね、11の4乗、2の4乗で割った時の余りは1に等しい。だから不定方程式、この整数解のうち、x が正の整数で最小になるのは何とか。これはね、おそらく、括弧3番とね、同じことをやるんだろうなと。で、しかも括弧3番、括弧2番の考察をね、経て、解いてるので、括弧2番から括弧3番の内容っていうのを全く同じことを括弧4番でできますかっていうふうに問うてるわけですね。だからこそ、これね、今年の共通テストで求められている能力っていうのはまたね、大きく変わってるなっていうことは分かるわけなんですけど、どういうふうに考えるのか。結論から言うと、このね、括弧2番から括弧3番の過程の5に対応する部分を丸々11に置き換えたのと一緒です。ね、ここの青で書きますけど、この625っていうのはそもそも5の4乗だったじゃないですか。この部分を11の4乗の値に入れ替えて、これ5を11に変えて、このね、11の4乗に変えて、でここの部分を11に変えて、11に変えてみたいな感じで、全部ね、5に対応する部分を11に変えたものと全く同じ議論ができるわけなんですね。これに気づけば、この結果だけそのまま使うことができるんですね。11の5乗 x マイナス11の8乗っていうのが k 倍の11の5乗 ×2 の5乗。こういうふうになってるんだっていうことが言えるわけなんですね。こんな感じでどこの結果を使えるかなっていうことを照らして考えてあげることは重要なんですけど、咀嚼していかなきゃいけないっていうのは難しいですね。その一応括弧2番括弧3番の解説の過程で一個一個ね、まずこの625の2乗、すなわち11の4乗の2乗について考えてあげると、11の4乗の2乗を11の5乗で割った時の余りと2の5乗で割った時の余りがそれぞれ0、1になるよねっていうことを使ってあげると、結局11の5乗 x っていうものから11の5乗 x から11の8乗を引いてあげた時の余りっていうのは、これは当然ね、11の5乗で割り切れますよね。で、しかも2の5乗でも割り切れるんだよっていう式が成り立つわけなんですね。だって11の5乗 x っていうのはこの式から2の5乗で割ると1余るっていうのは明らかだし、11の8乗は2の5乗で割った時の余りは1になるからね。これをね計算してあげると、x っていうのは11の5乗でこれ割ってあげましょう。割ってあげるとこの分が消えて、ここは11の3乗になるので、結局 32k プラス1331と11の3乗1331っていうのが出てくるので、あとは x が正の整数で最初になるのはこの k をねマイナスでどんどん30に減らしていけばいいね。すなわち1331割る32っていうのを計算してあげると、その時の余りがね一番ちっちゃい x になりますよね。どんどん30に引いていくから、そうすると、計算してあげて19というのが求められるわけです。ここまではいいでしょう。じゃあ y の値はy の値っていうことは、さっきと同じ理屈でいくと x イコール19っていうのをここに代入してあげてね、y を求めていこう。2の5乗分の11の5乗かける19マイナス1と、これを計算すればいいだけなんですけど、えぐいですよね。さっきね因数分解できたからまだ約分できたけど、これ因数分解もできないし、11の5乗すごい大きい
に19倍、さらに大きいを32で割る、ちょっとどうしようみたいなね、解くのためられますよね。なのでぶっちゃけ言うとそんなにすごい工夫はできないので、ご利用してね、もうとにかく何も考えずに計算した方が早い人も多かったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと工夫するのであれば、このね数っていうのを計算した後2の5乗を割るって手間なんですよ。だったらその都度割れるところが出てきたらその都度約分していって、なるべく出てくる数を小さいものにしていくっていう工夫が必要になってくるわけですね。そうするとそういえばね、11の4乗2の4乗で割った時の余りは1に等しいっていうのがあったなと。ということはここで2の4乗、11の4乗マイナス1っていうのを作ってあげれば、それは2の4乗で約分できるのかっていう発想になるわけですよ。そうするとこの11の5乗を11の4乗 ×11 っていうふうに見てあげる。そうしたらね、2の5乗分の11の4乗 ×11×19 で209マイナス1っていうふうになるわけなんだけど、この11の4乗 ×209 っていうのをこれまたね11の4乗引く1足す1って見てあげることによって2の5乗分の11の4乗マイナス 1×209 足す209ね、展開して足す 1×209 引く1の208と、こういうふうに変形することができるわけだから、この208っていうのは2の4乗で約分して13で、しかもこの11の4乗マイナス1も2の4乗で割れるわけですよ。分母は2になって、これはこれぐらいだったら計算できますね。11の4乗っていうのは 14,641 引く1を2の4乗でね割っていけばいいので、915と、2分の 915×209 足す13というふうになるので、あとはこれ計算してあげればいいかなと思います。これから先もね大変だけど、最初よりはだいぶ楽になりますね。答え 95,624 というふうになるわけです。よろしいですかね。この問題はすごい難しかったかなと思います。最初の方はね、スムーズにぜひ解けてほしいんですけど、あとちゃんと誘導に乗る M っていうのが与えられてるってことは、そもそも M ってなんだっけって考えていく。でこれは、よく分かんなくても最後のね結論からこの式をちゃんと出せるようにすると。でこの括弧4番は、X はね頑張って出せたらいいかなと思うんですよね。っていうのも括弧3番の誘導を使うときに5を11に入れ替えてもそのまま議論できんじゃんって言ったら、この結果を5をね11にそのまま置き換えてあげればいいわけですよっていう話で、最後の計算はなくてもよかったかなとは思うんですけど、出ちゃった以上多少工夫する余地も考えつつ、工夫できないならもうご利用する、あるいは捨てる、これをねしっかりと考えてもらえたらいいかなと思います。ではラスト第5問。第5問はねすごく面白い問題ですね。第5問、三角形 ABC の重心を G とし、三角形 ABC があってで重心が G、重心ってことは中線上にあるわけなんですけど、この交点後出てくる E と、でここが G で AG 上で A とは異なる点にここ D ねとすると、で、直線 BC 上で辺 BC 上にはない、だから BC の外側ってことだよね。位置に点 F を取る。どこでもいいんですけど、こっちに取りますか。で、DF と AB の交点、DF と AB の交点だから DF 結びますか。そうするとここの交点を P、DF と AC の交点を Q とする。じゃあ括弧1番、点 D は線分 AG の中点であるとする。この時三角形 ABC の形状に関係なくっていうふうに書いてあるんだけど、まず G、重心を見た時点で中線も引かれて、じゃあここ2対1っていうのを使うのかな。2対1っていうのを考えていくと、D はねその2の部分の中点なわけだから、結局3つね AD も DG も GE も丸1に対応しますよね。全部長さ等しいですよということは AD と DE はって言ったら AD が 1、DE が2に対応するわけ。 AD が 1、DE が2と2分の1。これはね重心の性質が分かれば一発ですね。また点 F の位置に関係なく、位置に関係なくって言われたら F をね B 側と C 側それぞれ書いてあげて結果一緒だよねってやんなきゃいけないんですけど、共通テストの場合はもう関係なくて大丈夫です。ここで U×O 分の A で A 大きく、ここには長さを入れていいわけですよ。
もうこの形からすぐにね、チェバ・メネラルソンの定理を匂ってください。ちゃんとチェバ・メネラルソンの定理を考えてあげる。で、このチェバ・メネラルソンのね、解説も過去のね、動画で出してるんですけど、まず、ポイントとしては、分かるところと求めたいところっていうのを線引いてあげると。今回は、ね、AP と BP なわけだから、AP と BP、これ求めたよね。で、分かるところって AD と DE だよね。そうすると、見えてくるよね。このなんかね、えとおに何かしら入るんだけど、PD っていうよりかは、こっちだね。BE と。これを見てあげる。そうすると、ね、分点の部分っていうのは、D と P と F っていうのが見えてくるわけだから、メネラルソンの定理ですね。三角形が ABE で、直線はこの DF のメネラルソンの定理を考えてあげると、あとは三角形一周旅行ね。三角形 ABE を一周してあげる。で、その時に必ず分点を通りましょうっていう話なので、A から B に行く時に分点 P を通って、B から E に行く時に分点 F を通って、E から A に行く時に分点 D を通ってくださいねと。で、今、AD と DE の比は分かってるね。AD と DE。これは2と。この分は2になってるわけね。1分の2。ということで、求めたいのは AP 分の BP。AP 分の BP。だからこれの逆数ね。逆数。ということで、これを右辺に持ってきてあげれば、結局 2×FE 分の BF。だから 2×FE 分の BF っていうのは EF 分の BF ってことか。こういうふうに求めることができますよと。で、次。AQ×CQ。A9 分の CQ。これも結局、チェバ・メネラルソンの定理なわけじゃないですか。ね。分かってるところが、色ちょっと変えると、AD、DE が分かってて、求めたいのが今度は AQ、CQ になりましたよと。とすると、また見えてくるのがこの CF。ね。で、分点はどう変わるかというと、こことこことここ。直線 DF であることには変わりないですね。この直線であることには変わりない。これについて全く同じようにメネラルソンの定理やってください。これはね、同じなので省略します。けど、2×EF 分の CF という形になるので、EF 分の CF3 分の2という形になるわけですね。で、次であるので、常に AP 分の BP 足す AQ 分の CQ。これを足すとこうなりますよと。だからこれを足してくださいってことでね、この2つを足すわけだから、これはもう何も考えずに、とりあえず足すと、これ分母が EF で共通してるんだ。ってことは EF 分の BF プラス CF。ということは、この BF プラス CF が EF の何倍かってことを考えればいいんだよね。何倍と。こういうふうにしっかりと目星を、ね、見当を立ててあげると、EF っていうのはどこか。EF っていうのはここね。EF。じゃあ BF ってどこって言ったら BF ここだね。BF はここ。で CF どこって言ったら CF ここだよね。ということは、あとはね、ここの部分を XY みたいな感じで置いてあげれば EF っていうのは X プラス Y っていうふうになるわけじゃないですか。そうするとね、BF っていうのは X っていうのがすぐ分かって、CF っていうのは XY、ここ流す等しいから YY と。だから X プラス 2Y というふうになるので、結局、分子は 2x プラス 2y だから x プラス y の2倍だよねと。だから 2×2 で4と。このように求めることができるわけです。よろしいでしょうか。こんな感じでどうせね、メネラルソンの定理使うんでしょうっていうふうに考えてあげて、解いてあげると、ね、足し算したら分母一緒だから、あとは分母が分子の何倍だろうっていうことを考えていけばいいということを押さえておいてください。では続いて、括弧2番。AB イコール9、BC イコール8、AC イコール6として、括弧1と同様に点 D は AG の中点であるとすると。書いていくと、AB が9、BC が8、AC が6と。で、D が AG の中点なわけだから、結局、ここが E で、44ってことだよね。で、G と D があって、中点なわけだから、ここが3等分されてますよというわけですね。
じゃあここで4点 BCPQ が同一円周上、ね、B と C と P と Q が同一円周上にあるように点 F を取ると。だからここのね P と Q が、あってこんな感じであるわけですよね。 P と Q があって、でここに F がありますよと。でこの時、この B と C と P と Q が同一円周上にあると。この時 AQ イコールなんとか AP であると、ね、AQ と AP、これを見てね何を思ってほしいのかっていうこと、着目してるのは AQ と AP じゃないですか。で同一円周上にあるって言った時にいろんなことを考えてほしいわけですよ。向かい合う角の和が180度、対外角が等しいとかね、その中の一つに法べきの定理っていうのがあるわけですよね。で、同一円周上にあるっていうふうに言われて、しかもそれが長さに関する条件だったらまずね法べきの定理を疑ってほしい。これはもういろんなところでね僕も自身も言ってるところではあるんですけど、ちゃんと平面図形の問題の時はセンスで解こうとせずに、こういった条件が与えられてた時に、でしかも長さの場合っていうのはまず法べきの定理を思い浮かべるよねみたいな感じの連想ゲームをちゃんとできるようにしてほしいというわけなんですよ。今回の場合も法べきの定理使えば一発ですよね。BCPQ の円を想像してあげればいいんですけど、法べきの定理を使ってあげると AP×AB だから AB は9っていうのが AQ×AC っていうのは6。これ考えてあげると AQ っていうのは2分の 3AP っていうのはすぐ分かると。で次であるから AP イコールなんとか AQ イコールなんとか、AP かけ AP、この AP と AQ の関係式成り立って、そこからすぐ APAQ どうやって求めるんだろうっていうふうに止まってしまうかもしれません。こんな時に何をするかというと、過去の問題を振り返ると、ね、AP 分の BP 足す AQ 分の CQ イコール4っていうのを求めたわけですよ。で BP と CQ、ね、AP 分の BP と AQ 分の CQ で AQ と AP の関係が分かってるということは、この AP の値を X みたいに置いてあげれば当然ね AQ も X 用いられるし BP も CQ もね 9-X6-2 分の 3X っていうふうに簡単に求められますよね。なのでこの式を X を使って表すと、X 分の AQ は、BP は 9-X 足す2分の 3X 分の 6-2 分の 3X と、これを足してあげると4になるというふうにさっき求めたので、あとはこれ計算すれば終わりというわけですね。これね計算しやすいようにこの右側のね項を x、分母分子3分の2倍してあげると、この分が x になってこの分が 4-x になると。よって、分母がね x で共通になるので足してあげると x 分の 13-2x イコール4と。これね当然分母を払ってあげると 4x イコール 13-2x になるので 6x イコール13で x イコール6分の13というふうに求まる。AQ はその2分の3倍なので4分の13ということが分かるわけです。よろしいですかね。こんな感じで、今までねセンター試験だったらぶっちゃけ2分の 3x であるからみたいなね文章が書かれてたらもう簡単なんですよ。そこからちょっと一歩踏み出すだけで解けてたんですけど、もう今年のね難しいのはであるからって言われてるくせにこの前のさらにね結果っていうのを引っ張り出して、しかも結構複雑なね方程式を解かせると。なのでねこういったところが難しいかなと思うんですけど、ただね二次試験では当然にね必要になってくる能力なわけなので、ちゃんと今まで求めたものってなんだっけ、使えるものないかなっていうふうに立ち返って、これに代入すればいけるじゃんっていうことをちゃんと見抜けるようにしてもらえたらいいかなと思います。で続いて CF、ね、CF の長さ、ここの部分を求めていきたい。これについては結局ね P と Q と F の関係っていうのを考えていくときにメネラルスの定理って切っても切り離せない関係ですよね。なのでここでも、今 AP と AQ の長さが分かったので、AP 対 BP も AQ 対 CQ も分かるよと。あと求めたいのはこのね CBBF の関係たちということで、見えてくるのは三角形 ABC と直線 FPQ、このメネラルスの定理を考えていきましょうっていう話なので、
あとは作業ですね。A から三角形 ABC 一周旅行に旅立ちましょう。ね。一周してあげて、AP 対 PB っていうのは、ここで6分の13っていうのを出してるので、それぞれ分かるわけですね。ここ6分の13ということは、この分は6分の41。で、同じようにここが4分の13ということは、ここは4分の11ということが分かるので、AP 対 PB っていうのは13対41。13対41。かける BF 分の FC。かける CQ 対 QA。ここは11対13と。11対13。イコール1っていうふうになるので、ここ約分できて、BF 対 FC っていうのが11分の41っていうことが分かるわけですね。結果ね、ここ BF が41、FC が11になってしまったんですけど、このことから分かるのは F っていうのは実は C 側にねあったんだなってことが分かるわけですよ。これによって BF が41、FC が11っていうことが分かるので、結局ねこの丸30の部分が8に対応するということで、丸1はって言ったら30分の8だから CF はって言ったらその11倍なので30分の 8×11 計算してあげて15分の44というふうになるわけです。よろしいですかね。この問題もねかなり難しいですね。 AP と AQ 求めるっていうところから、さらにってことは AP と BP、AQ と CQ の比が求まるようになったじゃん、じゃあもう一回ねメネラウスの定理使ってあげればいいよねっていう発想。これはね結構大変だと思うんですけど、解けるようにねしてもらえたらいいかなと思います。じゃあ括弧3番、これもね大山ですね。三角形 ABC の形状や点 F の位置に関係なく、常に AP 分の BP 足す AQ 分の CQ が10となるのは AD と DG の比はいくつの時であると。これさっき4って求めたじゃん。その4が10になるのはいくつの時ですかっていうところ。これどうやって求めたらいいのかなっていうふうになるんですけど、これねなるべく簡略化しましょう。これ結局4になったのはどういうことかというとね、このメネラウスの定理 AP 分の BP を求めた時のメネラウスの定理と AQ 分の CQ を求めた時のメネラウスの定理っていうところを考えてあげて、それを合算したわけでね、この2つを足してあげて答えを出していったと。その過程で2ってやつと EF 分の BF プラス CF っていうのが出てきたわけですよ。で今回注目してほしいのはこの2の部分っていうのも、この EF 分の BF だったり EF 分の CF だったりっていうのは変わんないんですね。この、変わりうるところ、この2って何だったかっていうと AD 分の DE、 これが2だったわけですよ、ね、この2が出てきた。で今回この AD と DE の比が変わってくるわけですよ。ここが変わりますよっていうことは、この2の部分が分かんない未知数になって、でこの EF 分の BF と EF 分の CF っていうところは式としては何も変わんないことが出てきて、それはもう2っていうのは分かってるわけですよ。2ね、2×2 なわけだから。ということは今回これがね常に10になるっていうのはどういうことかというと、この AD 分の DE に対応する部分がもともと2だったのが5に変わりますよと。これがね分かればもう勝ち。どこの部分が、この4という結果を導いたのかっていうことを考えてあげると、この AD 分の DE だったんだなと、いうことが分かるわけです。AD 分の DE が5になればいいんだなと。あとはもう簡単ですね。もうここだけ切り取ってあげればいいんだけど AE と G っていうのがあって D を取るわけだよね。で AD が5、AD が1とすると DE が5になってほしいわけなんだけどね、要はこれ全体6ですよね。で G っていうのは、2対1に AE を内分する点なので、結果ここは42っていうことが分かって、そうするとこの長さが丸3っていうのは求められるので、 AD 対 DG はって言ったら AD が1で DG が3なので3分の1ということが分かるわけです。よろしいですかね。こんな感じでこの問題も結局ね今まで過去にやってきたことあるわけじゃないですか。
この AP 分の BP 足す AQ 分の CQ、これ誘導があったからね、解けたんでしょ。でもその誘導の過程っていうのをちゃんと咀嚼して、どこの部分がこの4っていう結論を導いて、どこが変化して10になるんだろうっていうことまでちゃんと見抜かないといけないわけですよ。でもこれもまたね、逆に言えば今まで数学的思考力をちゃんと磨いてれば、要はね、これを解くためにミネラルソンの定理を使ったわけなんだけど、この2の部分が5に変わればいいってことでしょ。2の部分 dA 分の ED が5になればいいっていうことだよねっていうのが分かれば、逆にサービス問題になると。なのでぜひね、これで共通テストのね数 1A 全部解説してきたわけなんですけど、総括するとちゃんと普段から自分の頭で考えて、要はこういうことかなっていうことをちゃんとね挑戦してみる、そういった勇気を持ってくださいね。 A 問題解きました。じゃあ次 B 問題解きます。いやちょっと B 問題まだ自分にはレベル高いから答え見ながらまずは見よう見まねでやってみようじゃなくて、ちゃんと A 問題解きました。 A 問題でやったことをちゃんと理解します。で理解した上で B 問題自分の力で解いてみようね。すぐに答え見ずにちゃんと考えて咀嚼してその問題を解いてみよう。でもし解けなかったら答えその時初めて見て、その答えの中で自分はどうして解けなかったのか、でその上でどうやってね咀嚼し直せばこの問題を初見で見た時に解けるようになるのかっていうことを常日頃からイメージしてあげてね。今高1高2の皆さんはおそらくね、来年に向けてどういうふうに勉強していけばいいのか、ね、共通テストに向けてどうやってやっていけばいいのか、あるいは二次試験だと変わってくるのかっていう話があると思うんですけど、もう何もね共通テスト二次試験ね分けて考える必要ありません。求められる能力っていうのはちゃんと数学に時間をかけて向き合うこと、もう本当に本質的な能力がね求められるようになってる。だからこそ、ね、小手先で、共通テスト対策みたいな感じで、その学校のねテキストをバーって見て解き方をなんか丸暗記してみたいな感じで勉強した人が跳ね返されてるだけで、ちゃんとね、勉強してる、ね、ちゃんと数学ね得意で本質的に理解してきた人はしっかりとね点数取れてるはずなので、そこをね踏まえてまた、勉強取り組んでもらえたらいいなと思います。だいぶね動画長くなってしまったと思うんですけど、この動画はね今後の勉強の指針になってもらえたらいいなと思います。今後もこういったね動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画投稿しようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。